自作 PC2021 年、14年ぶりに PC を組んだ記録。MB サポート。こんにちは、MB サポートの管理人です。私がライブ配信していた PUBG ライトが2021年4月29日にサービス終了となりました。そこで本家に戻るわけですが、私は2017年9月に PUBG を購入しています。14年前のインテル Core 2 Quad 96600でプレイした様子を見ますか？途切れ途切れですよね。自分のパラシュートにビビった。動いてはいますが、すべての反応が遅れています。まだパラシュートを背負っていますからね。それくらいこの古い PC では処理が間に合っていません。敵を見つけました。頑張れ私。反応が鈍い PC でのリコイルコントロールは至難の技です。そしてこのカクつき。でも2017年10月3日に1回だけドンカツを取りました。倒した人数は見ないで。悔しいですが、14年前に自作した私のビクトリアン PC では、本家の配信ができないと判断しました。当たり前だよ。知っての通り、がないので、ミドルスペックの PC を組みます。そこで配信中に皆様から情報を募り、自分に適した PC パーツを選んでいました。そして5月14日に全てのパーツが到着しました。イエーイ。PC を組むには適していない時期ではありますが、悩みながらも調達した PC パーツを紹介します。まずは CPU ですが、あれ？注文してないものが届きました。後で連絡しますね。話を戻しまして、私が選んだ CPU は11世代インテル Core i5-11400F です。開発コードネームは Rocket Lake S で、プロセスルールは 14nm です。6コア12スレッドで、クロック周波数は 2.6GHz、ターボブースト時 4.4GHz、キャッシュは 12MB、TDP は 65W になります。今回選ぶにあたって重視したのは TDP です。PUBG ライト配信で使用していた Intel Core 2 Quad 96600の TDP は 95W でした。今回14年ぶりに購入するわけですから、テクノロジーの進化で TDP を下げたいと考えました。そこで TDP65W の CPU を探したところ、Core i7 シリーズに1個だけありましたが、高価なので却下しました。となると必然的に Core i5 シリーズとなります。魅力的だったのはオーバークロックに対応した Core i5-11600K ですが、TDP が 125W だったので却下。さらに Intel UHD グラフィクス750も使わないので却下。すると2万円ちょっとで購入できるCore i5-11400F にたどり着きました。数千円足すことでクロック周波数がギガヘルツ単位で変わるなら魅力的ですが、メガヘルツ単位では全く興味を感じません。ちなみに10世代 Core i5 の方が安価ですが、11世代を購入する理由がありました。それは後ほど。マザーボードは11世代 CPU に対応した ASUS TUF Gaming H570PRO Z590 チップセットが欲しかったのですが、 CPU でオーバークロックを断念したので H570 を選びました。ただオーバークロックしなかったとしても、オーバークロック対応マザーボードの方が高価で、長く使う場合は安心だったりもします。PCI Express のレーン数が Z590 チップセットより4本少ない20本となります。レイドは不要ですが、チップセットをもう一つ落とすとレーンが12本になります。購入前に公式サイトで英語マニュアルをダウンロードして読んでいましたが、薄いながらも日本語マニュアルが付属することを届いてから知りました。
今回は使えませんが SATA3 ケーブルが2本しか付属されていません。それから初心者の味方 Q コネクターが付いていませんでした。PC ケースのフロントパネルケーブルの取り付けに非常に便利なアイテムでした。残念。便利だと思ったのがメモリースロットが肩ラッチになっていること。ケースに組み込んでからメモリーを増設したり乾燥したりするとき、狭くて手がラッチに届かない場合があります。上部の片側だけにラッチがあれば、とてつもなく大きな CPU クーラーをつけない限り、手が届かないってことにはならないと思います。それからビデオカードを挿すスロットのラッチがメモリースロットと同じタイプで便利そうです。今までは薄いプラスチックパネルみたいなやつに引っ掛けていて、外すときに折れそうで心配でした。あとは I/O パネルが一体型であることです。バックパネルの正しい付け方を知らないまま今日まで生きてきましたが、これは取り外せないようになっているので、そのまま PC ケースに設置すれば OK です。事情を知らずに無理やり外そうとしています。CPU クーラーはサイズ虎鉄 M2 SCKTT-2000 です。新しい PC を作るとき、必ずサイズの CPU クーラーを購入しています。後に紹介する PC ケースのおかげで本体の大きさは気にせず、LGA1200 対応状況だけを確認しました。注文してから公式サイトでマニュアルを確認したところ、LGA1200 の取り付け方法がなかったので心配しましたが、同梱の日本語マニュアルには掲載されていました。あと今回はプッシュ式じゃないので助かりました。マザーボードの裏から作業が必要なので、PC ケースの構造によってはマザーボードを外す必要があります。インテル Core i5-11400F にはディテールクーラーが付属しますが、ヒートシンクとファンが小さいので、放熱するのにファンが高速回転します。あ、これシリコングリスね。その騒音に耐えられなくなって購入したのをきっかけに、2回目からはディテールファンを使わなくなりました。この大きなヒートシンクが CPU から熱を奪い 120mm ファンで吹き飛ばします。あと、ディテールファンのプッシュ式が苦手で、正しく付けられたのかはっきりわかるネジ式がおすすめです。メモリはコルセア CKM16 DDR4 3200MHz8GB×2 合計 16GB を選びました。言えた。嘘つけ。PUBG で遊ぶのに 16GB もあればいいでしょう。ということで 32GB から落としました。足りなければ増設すればいいでしょう。64GB にアップグレードしたいとなると全部取り替える必要がありますが、16GB 追加すれば間に合うでしょう。11世代 CPU Core i5 は DDR4 3200MHz に対応していますが、私が購入したのは XMP2.0 対応オーバークロックメモリーです。11世代 CPU Core i5 に対応するチップセットは最上位の Z590、私の購入した H570、B560、H510 の4種類で、H510 以外はメモリーのオーバークロックに対応しています。ASUS TUF ゲーミング H570-PRO では初期状態で 2133MHz として認識されています。BIOS で詳細設定モードに移動して AI トリガーの AI オーバークロックチューナーで XMP2 に変更します。すると最適なブースト設定が自動的に入力されます。メモリー本体に記載された内容に間違いありません。メモリー周波数に DDR4 3200MHz とあります。そしたらメニューの終了をクリックして変更を保存してリセットをクリック。ドロップダウンメニューから選ぶだけでこれだけの設定が変更できるわけです。OK ボタンをクリックして退出します。
自動で再起動しますが、30秒くらい時間がかかるかもしれません。3200MHz の約半分の 1596.2MHz で動作しているので、ギア1で動いていると思われます。メモリーのオーバークロックに成功しましたが、マザーボードとメモリーの個体により安定動作しない場合もあるみたいです。ストレージにハードディスクドライブしか使ったことがない私ですが、今回は M.2 と呼ばれるハイカラなものを選択しました。M.2 NVMe Gen4 対応 1TB WD Black SN850 シリーズ。もう少し安価な製品にするはずでしたが、ある方の新 PC 紹介ビデオを見て、ウエスタンデジタルのブラックシリーズに変更しました。C ドライブとして 500GB で十分ですが、最初は他の SSD やハードを搭載しないので、注文直前に 1TB に変更しました。そして先ほど注文してない商品が入っていたのがアンカーのモバイルバッテリーで、WD ブラック SN850 対象製品購入で先着150名様にオリジナルモバイルバッテリープレゼントとありました。届いてから気がつきました。っていうかスマホ持ってないし。NVMe Gen4 はインテル11世代 CPU とチップセット500シリーズの組み合わせで使用できます。11世代 CPU のレーン数が16から20に増え、ビデオカード ×16 と専用レーン NVMe×4 となります。個人的には Gen3 でも問題なさそうですが、CPU の型番に F がついている、すなわちビデオ機能なしの CPU を購入したので、ビデオカードが必須です。しかしながら今欲しいものが手に入りません。これに関してはノーコメントで。ちなみに11世代 Core i5 は PCI Express 4.0 に対応していますが、このビデオカードは PCI Express 3.0 です。補助電源ケーブルは6ピンです。地味に感動したのが、インターフェースが ASUS ロゴ入りラバーソケットで保護されているところ。OS は Microsoft Windows 3.1 を選択。なわけないね。Microsoft Windows 10 Pro パッケージ版を選びました。今後パーツを変更する可能性があるので、いろいろ気にするのが嫌なので、これも注文する際にホームからプロに変更しました。ホームのパッケージ版は安価で魅力的です。それで十分なのですが、リモートディスクトップでホストになれないことが気にかかり、Windows 10 Pro を選びました。中には Windows 10 Pro 32ビットと64ビットが記憶された 8GB の USB メモリが入っています。しかしながら Windows アップデートが面倒なので、ウェブサイトから最新の Windows 10をダウンロードして、付属する USB メモリーとは別の 8GB USB メモリーを用意して保存します。あ、こっちが接続端子なの？パッケージ版の USB メモリーは一応書き換えできなくなっています。一応。私の勝手な思いつきですが、オンラインコード版と同じ価格で販売されているため、パッケージ版の 8GB USB メモリーに付加価値をつけたくないのかもしれません。パッケージ版で重要なのはこの紙1枚です。裏にインストールするときに必要なプロダクトキーが印刷されています。これが別で用意した 8GB の USB メモリーです。ウェブから最新版をダウンロードする理由は M.2 NVMe Gen4 にも関係しています。NVMe Gen4 に Windows をインストールして起動させる場合、まず UEFI モードに対応している必要があります。パーテーションが GPT 形式です。さらに NVMe のデバイスドライバーが必要になります。このドライバーが USB メモリに入っていないかもしれないので、最新版をダウンロードして使用するわけです。もちろん製品が更新されれば問題ありません。これはストック用です。あとデータ移動用に USB メモリーも購入しました。
Steam やビデオ編集のデータ移行に使います。何これ、めっちゃ気持ちいい。アシストが入ってぬるって端子が出たり入ったりします。これすごい。そして最後がミドル PC ケースクーラーマスターマスターボックス CM694 です。今回の買い物でこの PC ケースが最初に決まりました。14年前の自作 PC で CM6902 プラスを Core i7-2600K 自作 PC で後継機の CM6902 プラスを使ってきました。そして今回は CM6902 の後継機となる CM694 を注文する流れとなりました。上からは無理だな。管理人は力がないのですが、よっこいしょいち。簡単に出せました。こちらが私が好きな PC ケースです。5インチベイが2個、今回は使いません。スイッチとフロントアクセスポートは机の下に置く私には都合がいい上部にあります。左から USB3.0×2、アクセスランプ、電源スイッチ、ヘッドホンジャック、リセットボタン、USB3.1。ポートにはホコリを防ぐ防塵ゴムカバー付き。多分なくすと思う。標準装備 120mm 背面ファン。拡張スロット金具はスリットがあり、通気性が良くなりました。電源ユニットを下段に設置するタイプです。下から空気を取り込み、背面へ排出することで、PC ケース内の熱い空気が電源ユニットを通過せずに済みます。サイドパネルを留めるネジは最初こそドライバーが必要ですが、手で回せるハンドルネジで取り外し不要、紛失する心配もありません。側面パネルは同じ値段で強化ガラスタイプがありましたが、迷わずスチールタイプを選びました。残念なのはサイドファンが取り付けられないことです。大きいので作業しやすいです。シャドウベイに収納されたトレイは 3.5 インチ、2.5 インチハードディスクドライブ、2.5 インチ SSD に対応。一つのトレイに 3.5 インチと 2.5 インチを同時に設置できます。熱が心配だけどね。3つのユニットは全て取り外し可能で、作業スペースやエアフローを確保できます。今回はストレージを増設しないので全部取り外しても構いませんが、そのままでいいかな。最初から ATX 用のスペーサーが設置されているのに驚きました。便利だね。上部はメッシュでケース内の熱い空気が自然と上から排出されます。マザーボードの脇にケーブルを通すスルーホールが3つあります。底部の電源ユニット吸気口には取り外し可能な防塵フィルターがあります。底部から空気を取り込むため、スタンドは 250mm と高くできています。反対側にはケーブルマネージメントスペースがあり、PC ケース内のエアフローの邪魔になりません。フロントアクセスポートのケーブル、すなわちマザーボードに接続するケーブルの種類は HD オーディオ、ヘッドホン端子ですね。USB3.1 Type-C ポートです。これは旧称で今は USB3.2 Gen 1となります。USB3.2 Gen 2×2 は背面ポートにあります。パワー LED- とプラス、パワースイッチ、リセットスイッチ、HDD LED プラスマイナスです。スピーカーがないんですよ。USB 3.0 Type A ポート2口。マザーボードを設置する面の裏にも 2.5 インチ SSD を設置する場所が2個ありました。上部パネルを外します。両側のサイドパネルを外して上部片側3箇所の爪を倒します。これがなかなか硬い。
お茶の子さいさいでした。嘘つけ。アクセスポートと上部パネルが切り離されたのは便利です。以前はパネルと合体していたので、完全に上部パネルを外すことは不可能でした。フロントパネルも両サイド片側3箇所の爪で固定されています。外すのが面倒になってしまいました。フロントには 120mm ファンが2つあります。外側に設置されているので、以前のケースよりメンテナンスが楽になりました。ただ、ショックなこともありまして、前面ファンは3ピンなのですが、電源ユニットのペリフェラル4ピンから電力を供給する仕様です。ファンスピードを制御したい場合は、4ピンの延長ケーブルを2本購入する必要があります。PC ケースの付属品がこちら。必要なものは全て入っています。図で説明されているので、言語は関係ありません。結束バンドが付属されているのは親切ですね。銅鉱物一覧。スチール板にも強化ガラスを磨く布が付属していました。電源ユニットは余っているものを使います。2010年12月に購入したエナーマックス EMG600AWT 600W 電源です。AT プラスはゴールドです。3年ほど使って電源が入らなくなりました。製品に5年保証がついていたので、センドバック方式で無償修理してくれました。3週間ほどかかると言われたのですが、4日に送り13日に戻ってきました。この間 PC が使えないのは不便なので、同社の後継機 Revolution 87 Plus を購入。650W 電源なので、本当は入れ替えたいのですが、面倒なので使っていない修理上がり品で組みたいと思います。PC パーツ紹介で20分もかけたので、もう誰も見てないと思われますが、いよいよ PC を組み立てます。マザーボードに CPU をインストールします。レバーを押して右に引っ張ります。蓋を持ち上げると LGA1200 ソケットが姿を現します。時代により変遷しますが、LGA1200 はソケット側にピンがあります。このソケットに物を落としたり、指で触れてピンを折らないように注意しましょう。CPU の両脇に切り込みがあり、ソケットの両脇に突起があります。なぜボケてる。それが合うように方向を定め、CPU をそっと乗せます。ピントが合わない。そうそう、素手でやるべき作業です。赤い丸の部分が合っていれば OK です。蓋を元に戻すついでに CPU ソケットキャップを外します。これは絶対に外しましょう。あとはレバーを元に戻します。力が必要です。あ、絶縁するためにマザーボードが入っていたビニールを下に敷きましょう。M.2 をインストールします。対応する M.2 ソケットカバーを外します。外れました。カバー兼ヒートシンクかな。裏には熱伝導シートが貼られています。このマザーボードには NVMe Gen4 に対応したソケットは1個しかありません。ノッチがあるので挿す方向を間違うことはないでしょう。ブスッとな。上から押して Q ラッチを時計回りに回転させ M.2 を固定します。さすがは ASUS、ドライバー不要です。熱伝導シートのシールを剥がします。カバー、ヒートシンクを元に戻します。結局ドライバーが必要か。優しく交互に締めましょう。初めての M.2 インストールでした。メモリースロットは4つで、2枚差しの場合は A2 と B2 が優先とあります。
刺す予定のスロットのラッチを倒します。おっと反対。ノッチを合わせます。へこんでいる部分ですね。よいしょ。真上から均等に押しますが、撮影の都合上適当にしちゃっています。ラッチが自然に戻ったら OK です。片方はラッチがないので刺さり具合がわからないかも。カチッと音しないし。ラッチのない方をしっかり真下に押して確認した方が無難かもしれません。はい、OK です。CPU クーラーを設置します。マザーボードをひっくり返していますが、大丈夫でしょうか？誰に聞いてる？今回購入した PC ケースはマザーボードの背面にアクセスできますが、作業する分には PC ケースにマザーボードを設置する前の方が楽です。バックプレートキットを CPU 付近の4つの穴に入れます。サイズの CPU クーラーの説明書は親切です。ソケット別に必要なパーツが判別できるよう、わかりやすい表が掲載されています。スペーサーを取り付けます。上下があるので注意しましょう。バックプレートキットのネジに通します。穴の小さい方が下だったと思います。はい、完璧です。次にマウンティングプレートを設置します。中央が盛り上がっている方が上です。適当な位置に収まります。はい、OK。ドライバーでナットを留めます。まずは手である程度締めます。今のところ順調です。ドライバーで交互に締めます。もちろん対角線じゃなくて大丈夫ですよ。素敵な曲だね。はい、完璧。CPU クーラーにシリコングリスが付属していました。いつもだけどね。CPU の中央に正します。私もウブだった頃はプラスチックのスプーンで伸ばしたりしました。これ出しすぎかな。ヒートシンクの保護フィルムを剥がします。ペロッとな。そーっと乗せます。大事なことを言い忘れました。左右非対称でメモリー側のスペースを空くようにつけます。シリコングリスで滑るかもしれませんが、そこは踏ん張ってください。両サイドのネジを交互に締めます。片側を一度で締めようとしないでください。何事も優しく。今度は反対側を締めて、またこっちを締めて、はい、よくできました。さて、ヒートシンクにファンを取り付けますが、この作業が一番難しいです。このマークがある方から空気を吸い込み、反対側に吐き出します。空気はメモリー側からヒートシンク側へ流れるようにします。なので、こっち側に設置します。120mm ファンをヒートシンクに接続するには、付属のファンクリップを2本使います。クリップを両脇につけますが、風の方向、ファンケーブルの位置を確認します。空気を吸い込む方の穴2つに取り付けます。こんな感じです。反対側も同じです。簡単ですね。
それではメモリー側に CPU ファンを取り付けます。先ほど取り付けたファンクリップをヒートシンクの溝にはめ込むのですが、これが至難の業でして。でも PC ケース内の掃除の時にこのファンを外してエアダスターするので、簡単に取り外せないと困るのですが、もちろんクリップを引っ掛けるだけなので簡単な構造なのですが、結構な力が必要です。よし、できた。ちょっと折れてるけどいいかな。CPU ファンケーブルをマザーボードに接続します。メモリースロットの上に CPU ファンコネクターがあります。これが CPU ファン側のコネクターです。4ピン。PC ケースにインストールする前なので作業はしやすいと思われます。いよいよマザーボードを PC ケースにインストールします。マザーボードのネジ穴を確認しましょう。この ATX マザーボードにはネジ穴が9個あります。マスターボックス CM694 には ATX を設置する場所にスペーサーがついています。スペーサーとマザーボードのネジ穴が合うようにそっと PC ケースに乗せます。スペーサーに乗せるんだね。スペーサーの上にね。頑張れ。右手が抜けない。よし、右手救出作戦だ。あ、どっかな。ネジ穴の下にスペーサーのネジ切りが見えるので成功です。PC ケースに付属のインジネジを9本使います。ネジを締めていきますが、一度に全部締めようとしないでください。なんか緊張。強く締めると基板がメリメリってなるから。あとは順番に最後まで締めていきます。この動画なんでこんなに長いんだろう。PC ケースのフロントアクセスポートのケーブルを接続する場所です。もう目がしょぼしょぼなので見えません。ルーピーは持っててよかったです。シャーロック・ホームズファンでよかったです。左上からパワー LED プラスとマイナス、パワースイッチ、左下からハード LED リセットです。それでは接続しましょう。パワー LED プラスとマイナスを接続した状態です。録画データを見たら手しか映っていませんでした。パワースイッチを接続した状態です。あとはこの2本。HD オーディオは撮影するのを忘れました。はい、終わりました。HD オーディオはもっと簡単に接続できます。あと、ケースというコネクターがありますが、これはケースを開けると反応するもので、未だ対応 PC ケースを購入したことがありません。左から USB 3.0 Type A、USB 3.1 Type C ケーブル。裏から通して、USB 3.1 Type C を接続。USB 3.0 Type A を挿します。いいね。次は背面ファンのケーブルをマザーボードに接続します。溝があるので逆には刺さりません。はい、OK。PC ケースの時に話しましたが、フロントファンはケーブルが届かないので、電源ユニットに接続します。
3ピンと4ピンは互換性があるので、4ピン延長ケーブルを2本購入したら、ここに挿せばいいでしょう。次は電源ユニットのインストールです。10年前の電源ユニットですが、ケーブル分離型です。必要なのは CPU への電力供給となる ATX12V コネクターと EPS12V コネクター。マザーボード用電源の ATX メインコネクター。グラフィックスカードの補助電源用 PCI Express 電源コネクター。今回は6ピンを使います。フロントファンに電力を供給する4ピンペリフェラルコネクター。そのためだけにこれをつけます。SATA の前の ID 時代はみんなこれを使っていました。フロントファンのケーブルがマザーボードに届けば、4ピンペリフェラルコネクターは不要なのですが、これは挿す場所が決まっているので、電源ユニットの説明書を参照します。設置には PC ケース付属のインチネジ4本を使います。PC ケース下段から空気を取り込むので、電源ユニットのファンを下向きに設置します。光ってるね。置くだけなので特にコメントはありません。ケーブルが邪魔なので PC ケースの裏に突っ込みます。インチネジで4箇所留めます。電源ケーブルストッパーをつけます。PC ケースの底部はこうなっています。防塵フィルターが役に立ちそうです。ATX メインコネクターをマザーボード側に通します。ついでにグラフィックスカード補助電源も。ATX12V コネクターと EPS12V コネクターを通します。8ピンね。フロントファンは4ピンペリフェラルなので裏側で接続して完了します。延長ケーブルを買おう。まずは最も接続が難しい電源コネクターをマザーボードに接続します。ATX12V バージョン 2.4 以降は8ピンですが、それより古い電源ユニットなので4ピンプラス4ピンになります。コネクターはマザーボードの上部にあり、電源ユニットを下に設置した場合、ケーブルの長さがギリギリの上、取り付けにくい場所にあります。ATX メインコネクターを接続します。先ほどの8ピンもそうですが、逆には刺さらないと思われます。記録を見返したら、大々手しか映っていませんでした。次はビデオカードをインストールします。マザーボードの説明書を読むと、11世代 CPU と組み合わせて PCI Express 4.0×16 で動くのはここだけです。もう一つ同じスロットがありますが、そちらは PCI Express 3.0 で ×4 モードになります。ちなみに今回使用するビデオカードは PCI Express 3.0 になります。まあバージョンの話ですね。そんなに気にしなくていいと思います。ラッチを倒した状態にします。このビデオカードは2スロット分を占有するので、拡張スロットカバーを2つ外します。ここら辺かな。ドライバーでインチネジを2本外します。外したらマザーボードの箱に入れて大切に保管しましょう。このビデオカードは保護フィルムがあるので外します。あとこれも外します。ダメだ、カメラ越しだと距離感が全くつかめません。この角度ならできるかな。
ここに刺すのね。よっこいしょいち。させたっぽい。インチネジで固定して、ラッチは起き上がっていますね。最後に補助電源を接続します。これも逆には刺さらないと思われます。1ピンごとに四角だったり、1箇所だけ丸みを帯びていたり、2箇所だけ丸みを帯びていたりと、逆に刺さらないように工夫されています。はい、OK です。ついに完成しました。5インチ米 3.5 インチ米を一切使用していない PC です。すべてビクトリア朝後期のパーツを使っています。嘘つけ。どうしてもの時は USB 3.0 接続のポータブルブルーレイドライブを使います。データのバックアップとかね。怖いけど電源入れるね。なんてこった。こんなのビクトリア朝じゃない。パワーボタンを押してないのになんで光ってるの？まあ、BIOS 設定画面でイルミネーションをオフにできるでしょう。そうじゃないと困る。パワーを入れます。燃えないで。こっち。燃えないで。PC ケースがスピーカー非搭載なので BIOS が起動するピッて音がしませんが、問題なく起動しました。なんで光ってる？パワーボタンが光るのは好き。フロントファンは特に気になる音ではないかな。アメリカンメガトレンドインクのロゴが可愛い。いつ変更されたの？嘘。似合ってるよ。ほんとだって。パース紹介でも言いましたが、初期状態ではメモリーが DDR4-2133MHz で認識されています。M.2 も認識されています。F1 キーを押して BIOS 設定ユーティリティを起動します。とりあえず日本語に変更。詳細設定モードに移動します。ああ、昔っぽくなりました。嬉しくて写真撮影しながらやっています。OS をインストールしていないので起動するシステムはありません。ここでするべきことはメモリー紹介のところで説明しました。オーバークロックで DDR4-3200MHz を認識させることです。あと、起動時のロゴも不要ですね。LED はオンボードデバイス設定変更で4つのモードから選べます。ステルスにすると PC ケースのパワーボタンも光らないので状況がわからなくなります。余計な LED を消灯させたい場合はシステム動作中の LED 設定をオーラオフにすればいいでしょう。最後に保存&終了をしてセーブして退出します。退出してもシステムがないので結局エラーが出ますけどね。公式サイトで Windows 10をダウンロードします。ダウンロードしたファイルを実行します。ライセンス条項に同意する。別の PC のインストールメディアを作成する。64ビット版を選択。8GB 以上の USB メモリーを接続して USB フラッシュドライブを選択。ドライブを選択して次へ。完成するまでの時間は PC スペックに依存します。完成したら USB メモリーを新しい PC に接続します。あえて起動デバイスを指定せずとも今のマザーボードなら自動起動するのでは。そう信じて BIOS 設定ユーティリティを退出しました。
そういえば Windows 10の新規インストールは初めてです。今までは Windows 7や8からの無償アップデートでした。やっぱり何も設定しなくても USB メモリから起動しました。Windows のインストール場所を選択する画面で M.2 1TB が表示されています。ここで次へボタンを押してもいいのですが、あえて新規パーテーションを作成してみます。パーテーションを分けない場合、サイズに最大容量が入力されているので、適用ボタンをクリックします。OK ボタンをクリックします。こんな表示が出れば UEFI モードでインストールできます。こうならなければレガシーモードになり NVMe をブートドライブとして使用できません。単純に私が UEFI でインストールするのが初めてなので確認したかっただけです。SSD も使ったことがなかったので驚きましたが、Windows のインストールが15分くらいで終わりました。TUF Gaming H570-PRO にはあと2枚の M.2 NVMe をインストールできます。しかし11世代 CPU Core i5 の PCI Express 4.0 レーンは20なので、ビデオカードの ×16 プラス M.2 NVMe×4 イコール20で使い切ってしまいます。残りの2つはH570 チップセットの PCI Express 3.0 が20連となります。PCI Express 3.0 とは言っても、×4で動作するので、SATA 接続の SSD を増設するより M.2 を増設するかもしれません。この PC は配信とビデオ編集専用なので、早速このビデオを編集してみました。動画を切ってつなぐとき、トランザクションを入れるのですが、今まではプレビューするとつなぎ目で数秒待たされていましたが、この PC では途切れることなく再生できました。これにより編集作業のストレスが軽減され、50分くらいのビデオを作ってしまった次第です。デバイスマネージャーのメモリーがこちら。M.2 NVMe Gen 4対応 1TB のクリスタルディスクマークの結果がこちらです。ビデオ編集で大きなデータを移動するので多分役に立っていると思いますが、Gen 3対応でも問題ないと思われます。問題なく動作するのを確認したので最新の BIOS にアップデートしました。まだ電源ケーブルをうまく隠していませんが、落ち着いたら片付けようと思います。あと PC を載せるキャスター付きの台を自作しようと思います。今回の自作 PC でかかった費用です。配信用に急遽作りましたが、やはり今は買い時ではありません。特にビデオカードは入手困難です。まともな時期に購入すれば13万円くらいで作れたと思います。BTO で組めばビデオカードを適正価格で購入できます。やっぱり自由に選びたいお年頃です。インテル Core i5-11400F と H570 の組み合わせでパワーリミットを変更して楽しむ余地が残されています。すでに CPU は1000円安くなっていて、傾向としては1万円台に下がることでしょう。新しい PC での初動画編集でついつい長いビデオになってしまいました。申し訳ない。最後までご視聴ありがとうございました。MB サポートの管理人でした。バイバイ。この PC とビクトリア PC を行き来しています。いろいろあってまだ完成移行にはなりません。いよいよ YouTube ライブ配信のテストを始めます。PUBG でお会いしましょう。